皆様こんにちは、セリナです。今回は9月1日発売、資生堂のエッセンススキングローファンデーションをたくさんの企画リクエストをいただいたアディクションのザ・ファンデーションリフトグローと比較していきたいと思います。9月1日に発売された資生堂の新作ファンデーションは美容液レベルの美肌を育むスキンケアファンデーションということで、こちらもかなり注目度が高いアイテムですよね。そして同じく9月1日に発売されて、こちらも美容成分が豊富に含まれているアディクションのザ・ファンデーションリフトグローとの違いが気になるとコメント欄にたくさんのリクエストをいただきましたので、今回はこちらの2つを半眼ずつに塗って塗り心地、仕上がり、無時間後のマスク崩れについてを比較していきたいと思います。どちらも美容成分たっぷりでツヤが綺麗なファンデーションなので、こちらの2つの違いが気になるという方に少しでも参考になれば嬉しいです。またこちらのチャンネルでは他にも新作のコスメを中心にご紹介しておりますので、気になった方はぜひチャンネル登録して動画もチェックしていただけたら嬉しいです。アディクションのザ・ファンデーションリフトグローの塗り心地や仕上がり、4時間後のマスク崩れについてなどの詳細も動画でアップしておりますので、ぜひこちらも合わせてチェックしてみてください。それでは早速始めていきます。今回ご紹介するのはこちら、資生堂エッセンススキングローファンデーション。いよいよ美容液レベルの肌体験へ。美肌育むスキンケアファンデーション完成。美容液がファンデーションを包み込む新手法に成功。まず美容液がはじけ、肌をケアしメイクしていく。現れるのは艶やかさ、軽やかさ。美しい素肌のようで、決して素肌ではかなわない仕上がりが一塗りで。ダブルの美容成分、ナイアシンアミド、ケフィア発酵エキスを配合。いつしか美しさはあなたの肌のものになっていく。メイクでもあり、スキンケアでもあるという新体験をあなたの肌で。それでは早速こちら側半分に資生堂の新作エッセンススキングローファンデーションを塗ってみたいと思います。今回下地はこちら、イヴ・サンローラン・ボーテのピュアショットエアリーライト UV50 というカラーがつかないタイプで、ファンデーションのツヤ感や仕上がりなどにも影響が出にくいタイプの下地を使用しています。ではこちら側半分に指塗りで塗っていきたいと思います。こちらのファンデーションは手元で見た時と同様、みずみずしい美容液のようなテクスチャーで、肌の上でもスキンケア感覚でスルスルと伸びてくれます。スキンケアのようなテクスチャーなので保湿感ももちろん感じられますが、オイルやクリームといった重たい保湿っぽさという感じではないので、乾燥が気になる時にも伸ばしやすいですが、何も塗っていないかのような軽さです。はい、こちら側半分に資生堂のエッセンススキングローファンデーション、まずは一度全体に薄く塗ってみました。一度塗りの時点だとこんな感じで、下地のみの方と変わらないくらいカバー力はかなりナチュラルで、近くで見てもこんな感じで肌の細かい赤みや色ムラも透けるくらい、ファンデーションというよりも下地という感じのナチュラルなカバー力でした。ただその分ものすごく塗りやすい質感で、手元で触った時のままのようなみずみずしい美容液のようなテクスチャーが肌の上にスッと伸び広がって、しっかりと保湿感は感じられるので、乾燥が気になる肌表面にも塗りやすく、毛穴や凹凸にファンデーションがたまる感じも全くしないのに、かなり軽くて肌にスッと馴染んでいくような感じがしました。吸引に向けてしっかり保湿感を感じられるようなタイプのファンデーションを使いたいけれど、オイルっぽさやクリームっぽさを感じる重たい保湿タイプは苦手という方にかなりおすすめです。スキンケア後のような、何も塗っていない時のような軽やかな塗り心地です。ここからさらに重ねていきたいと思います。こ
重ねてもこんな感じで美容液のような軽いテクスチャーなので、ムラになることもなく綺麗に馴染んでくれます。一度塗りの時点だとかなりカバー力はナチュラルだなと思いましたが、重ねていくと意外とこんな感じで、元に塗っているファンデーションと上から重ねたファンデーションが綺麗に密着してくれるからか、カバー力がアップします。こんな感じで頬の広い範囲などは 2,3 度軽くタップするように重ねるだけで、赤みや色ムラなどを綺麗にカバーしてくれました。そして気になるニキビ跡は、やはりさすがにファンデーション自体のカバー力がナチュラルなタイプなので、ファンデーションのみでこういったニキビ跡などの気になる部分を完全にカバーするというタイプではないですが、重ねることで意外とこんな感じである程度のカバーもしてくれます。はい、こちら側半分、資生堂のエッセンススキングローファンデーション、気になる部分に何度かしっかりと重ねてみました。一度塗りの時点ではみずみずしい美容液のようなテクスチャーな分、どうしてもカバー力はかなりナチュラルかなと思いましたが、重ねていくことでこんな感じで程よく素肌の透け感は保ってくれますが、しっかりと赤みや色ムラ、気になる部分もカバーしてくれるようなミディアムカバレッジくらいのカバー力を得ることができました。そして重ねていっても一度塗りの時と同じくらいの何も塗っていないかのような軽い塗り心地で、スキンケア後のような綺麗なツヤは出ていますが、肌表面はベタつくことなくつるんとした触り心地に仕上がっています。近くで見ても毛穴や肌のキメにファンデーションが溜まってしまうということがなく、本当にブランドからの説明の通り、美容液がファンデーションを包み込んでいるような質感なので、リキッドファンデーションの重さや肌に溜まる感じが全くしなくて、つるんとした肌に仕上げてくれています。個人的にはこういったある程度の保湿感があって伸ばしやすいのに肌表面はベタつかないというタイプのファンデーションがものすごく好きなので、こちらのファンデーションとても使い心地がいいなと思いました。自然な仕上がりですが、重ねていくことでカバー力を得られるところがとてもいいですよね。ではこちら側半分には資生堂のエッセンススキングローファンデーションを残したまま、反対側にはたくさんの比較リクエストをいただきましたこちら、アディクションのザ・ファンデーションリフトグローを塗ってみて、この2つにどんな感じの違いがあるのか見ていきたいと思います。今回はアディクションも指塗りで比較していきます。アディクションのこちらのファンデーションは何といっても少し重さを感じるオイルのようなテクスチャーが肌に伸び広がって、ファンデーションの粉体を全く感じさせないつるんとした仕上がりが特徴です。塗り心地としては資生堂の方がかなりみずみずしくて、アディクションの方が重さを感じるような質感ですが、どちらもスキンケアアイテムを塗っているような感覚の保湿感を感じられます。はい、こちら側半分にはアディクションのザ・ファンデーションリフトグローをまずは一度全体に薄く塗ってみました。アディクションのリフトグロー自体もそこまでハイカバータイプというファンデーションではないですが、一度塗りの時点で何とかしっかりと重ねた資生堂と同じくらいのカバー力があるので、まずカバー力に関してはアディクションの方がカバー力が高め、資生堂の方がよりナチュラルという感じがしました。そして近くで見てもこんな感じで、それぞれのテクスチャーの違いが仕上がりにも表れているなという感じがして、資生堂は何度かしっかりと重ねてもみずみずしさが残るので、程よく素肌の質感が透けているのに対して、アディクションはカバー力自体はナチュラルですが、重さのあるオイルが肌に吸い付くようにフィットするタイプなので、ファンデーションの粉体感は感じられませんが、肌の毛穴や凹凸などの質感はしっかりとカバーしてくれている感じがします。ではアディクションをさらに重ねていきます。アディクションを重ねていっても重たくなる感じは全然しませんが、肌に吸い付くような質感なので、重ねていくことでファンデーション同士がしっかりとフィットしてカバー力を得られるタイプです。はい、こちら側には資生堂のエッセンススキングローファンデーション、反対側にはアディクションのザ・ファンデーションリフトグローをそれぞれ何度かしっかりと塗り重ねてみました。
どちらのファンデーションもファンデーションというよりもスキンケアのような塗り心地で保湿感をしっかりと感じることができて、スキンケア後のようなツヤ肌に仕上げてくれるというところはとてもよく似ているなと思いましたが、まず塗り心地としては資生堂の方がみずみずしくて軽い美容液のような質感、アディクションは少し重さも感じるオイルのような質感が肌に吸い付くように密着するような感じなので、どちらも乾燥が気になる時にしっかりと保湿をしてくれる感じはしますが、よりみずみずしくて軽いのは資生堂、しっかりとオイルっぽさも感じられるような保湿感があるのはアディクションという違いでした。そして仕上がりについてもこのテクスチャーや塗り心地がよく表れている感じがして、まず資生堂はスキンケア後のようなみずみずしいツヤ肌仕上がりなのに対して、アディクションもスキンケア後のようなツヤを出ていますが、パンと張ったような立体感のあるハリツヤ肌に仕上がっています。そしてカバー力については近くで見るとこんな感じの違いで、どちらもファンデーションの粉体感を全く感じさせないので、毛穴や凹凸に汚く溜まってしまうという感じは全然しないですが、資生堂はしっかりと重ねていっても赤みや色ムラはカバーしてくれますが、みずみずしいテクスチャーなので肌の質感が程よく透けるような感じなのに対して、アディクションは肌への密着感が高い分、毛穴や凹凸などをフラットに整えてくれている感じがします。そしてこちらの2つのファンデーションは何よりも肌表面の触り心地が全然違くて、資生堂はこんなにしっかりとしたツヤが出ているのに、パウダーを塗る前でも肌表面は全然ベタベタしていなくて、肌表面がつるんと整っています。反対にアディクションはしっかりとオイル感も感じられるような保湿感が残っているので、より素肌っぽく自然な仕上がりで、しっかりと保湿はしてくれるけれどもクリームやオイルといった重たさを感じない軽い美容液のような質感で、肌表面をベタつかせないタイプが好きという方は資生堂がおすすめ。ファンデーションの粉体感は感じさせないけれど、肌への密着感である程度のカバーをして立体感も感じさせるハリツヤ肌に仕上げたい。そして少し重さもあるようなオイルテクスチャーで肌をしっかりと保護するように保湿したいという方はアディクションがよりおすすめなのかなと思いました。どちらのファンデーションも保湿、ツヤ、そしてスキンケアのような使い心地というところはとてもよく似ていましたが、仕上がりや質感、塗り心地には結構違いがありました。それぞれアップで比較するとこんな感じの違いです。はい、外の自然光で撮影しています。自然光で見てもどちらもファンデーションの粉体感を感じさせないスキンケア後のようなつるんとしたツヤ肌に仕上がっていますが、やはり資生堂の方がみずみずしさが残るような仕上がり、アディクションの方が立体感と張り感が出るようなツヤ肌仕上がりという感じがします。どちらもとても綺麗ですね。そして資生堂のエッセンススキングローファンデーションのカラーについては、今回標準色よりも一つナチュラルで黄身寄りの240というカラーを使用しています。標準色は220というカラーだそうですが、資生堂の標準色は明るめでピンク寄りの色出しとのことだったので、手元で見た時により馴染みやすいなと感じた240番を選んでみました。私はいつもだいたいどのブランドでも標準色を使うことが多くて、反対に塗っているアディクションも標準色の006番というカラーを使用していますが、資生堂の240番はアディクションと比較しても明るめで、首元で見ても肌から浮くという感じはしませんが、少し明るめかなという印象だったので、資生堂は全体的に明るめの色出しな感じがしました。そして香りについてもファンデーションの原料のような香りがほんのりとする程度なので、香りが苦手な方にもとても使いやすいと思います。ではこの上にアディクションのインビジブルエッセンスルースパウダーのフロータイプをこのフェイスブラシ D で軽く塗って、これから約4時間ほどマスクのまま過ごして
崩れ方にどんな感じの違いがあるのか見ていきたいと思います。はい、あれから約4時間ほどマスクのまま過ごしました。一度も化粧直しをしていない状態なので、崩れについてどんな感じか見ていきたいと思います。マスクの中の肌はこんな感じでした。今日はとても暑かったので、4時間の間にかなり汗をかきましたが、汗をかいてもこんな感じで、ファンデーションがドロドロに崩れてしまったり、溶けて薄まってしまう感じはなく、塗りたてよりも多少薄まっている感じはしますが、全然崩れていないですよね。こちらの資生堂の新作ファンデーションは、まるで美容液のようなみずみずしいテクスチャーで保湿感もしっかりとあったので、正直崩れにはあまり強くないんじゃないかなと思いましたが、しっかり汗をかいてもこのくらい綺麗に保ってくれているのはものすごいなと思いました。そして皮脂によるテカリについては、やはりどちらも顔の中心に若干皮脂によるテカリが気になりますが、今日のようにあまり湿度が高くないジメジメしていない時にはそこまでテカテカになってしまう感じもしなかったので、やはりこちらの2つはもう少し涼しくなれば皮脂が気になる肌タイプの方にも安心して使えるんじゃないかなと思いました。それぞれアップで比較するとこんな感じです。そして肌表面を触った感じは、やはりアディクションは少し重さも感じるようなオイルのようなテクスチャーでしっかりと保湿をしてくれるタイプなので、皮脂が気になる肌タイプの私には小鼻の横などを中心に皮脂によるベタつきが出てくる感じが気になりますが、資生堂は塗りたての時のようなつるんと感を保っていて、皮脂によるベタつき感は全く感じなかったので、やはりこちらはクリームやオイルなどといった重さのあるタイプの保湿ではなく、みずみずしい美容液のような質感で保湿をしてくれるタイプなので、乾燥が気になるから保湿感も欲しいけれど皮脂によるベタつきも気になるという肌タイプの方にもとても使いやすいと思います。これだけスキンケアのような保湿感のある塗り心地でツヤツヤに仕上がるタイプなのに、ベタつきや汗崩れにも強いところはものすごくいいなと思いました。はい、ではこんな感じで9月1日発売、資生堂のエッセンススキングローファンデーションをコメント欄でたくさんの比較リクエストをいただきました。アディクションのザ・ファンデーションリフトグローと比較しながらご紹介していきました。最後に資生堂のエッセンススキングローファンデーションの特徴についてまとめると、ブランドからの説明の通りのまるで美容液のような使い心地のファンデーションで、肌表面の乾燥が気になる時もみずみずしい美容液のようなテクスチャーがスッと肌に馴染むように広がってくれるので、乾燥が気になりだす秋冬シーズンにもとても使いやすいのはもちろん、クリームやオイルといった感じの重さのある保湿タイプではなく、みずみずしい美容液のような保湿感が長時間持続するタイプなので、今の時期に保湿もしたいけれどベタつきが気になるという方にもとてもおすすめでした。パウダーを塗る前から肌表面はつるんと整ったようなベタつき感を感じさせない感触に整えてくれるので、保湿系のファンデーションを使うと肌に重さが出てしまう感じやベタつき感が残る感じが苦手という方にもかなりおすすめです。そして何よりもスキンケア後のようなツヤツヤとした仕上がりで保湿感も持続するタイプなのに、汗崩れにかなり強いところがものすごくいいなと思いました。美容液のような保湿感もありつつ、汗崩れに強くベタつき感を防ぎたいという方にとてもおすすめなファンデーションだなと思いました。気になった方はぜひチェックしてみてください。メイクについてのご質問やこんな動画を見たいなどございましたら、お気軽にコメントやチャンネル登録していただけると嬉しいです。それでは最後までありがとうございました。